こんにちは、モネです。今日の動画は購入品紹介。最近買い足したものたちを紹介していきます。どれも1ヶ月以上使ってみて、これ買ってよかったなっていうものだけを紹介しているので、気になるものがありましたらぜひチェックしてみてください。紹介したアイテムは概要欄と固定コメントに URL 付きでまとめておきます。そしていつも動画の感想嬉しいです。最近お返事がなかなかできていませんが、全部大切に読ませていただいてます。一個一個のコメントに本当ね、いつも元気をもらっていてありがとうございます。それでは今日もね、楽しいおうち時間行ってみましょう。今回紹介するアイテムは5個。どんどんいきますよ。まずはこちらのスリムスタンプ。以前2021年のベストバイ動画で紹介したスクエアスタンプのスリム版です。台湾の文具セレクトショップのプレイステーショナリーハーウェアのもので、価格は1つ495円。サイズは縦が2センチで横が1センチ。このスタンプたちは同じね、プレイステーショナリーハーウェアのスタンプボックスがあるんですけど、結構ね、このマッチ箱みたいで可愛いやつ、これに入れてるんですけど、2つでスクエアスタンプ1個分のスペースなので、綺麗にね、すっぽり収まってくれてます。使いどころは主にマンスリーカレンダーですね。結構私のマンスリーカレンダー部分って愛想がないんですけど、そのね、愛想のなかったマンスリーカレンダーページがだいぶね、華やかになった気がします。このスタンプはスクエアスタンプと同じで、絵柄が暮らしと直結していて、手帳でとっても使いやすいです。そして最近は黒ペンの黒一色と、あともう一色自分の好きな色でページを作るのが個人的ブームになってまして、スタンプの絵柄に色を塗って楽しんでます。塗り方をボーダーにしたりとかドットにしたりとか、他にもね、色を変えることで同じ絵柄なのに雰囲気が変わって繰り返し楽しめています。今年は結構スタンプにハマりそうな予感がしてます。お次は日めくりカレンダー。私が購入したのは新日本カレンダーさんから出ている旅する日めくり 365days ジャーニー。お値段は1650円でした。イラストは平野俊之さんによる365日書き下ろし。空と海を描いたスタンド付きだったんですけど、カレンダーを飾る場所が私の場合狭かったので、私はスタンドから外しちゃって壁掛けにしちゃってます。イラストはハワイから始まって、でアメリカ大陸に行って北米行って、アメリカ大陸をずっと横断していって、でアフリカ、欧州、中東、アジア、オセアニアって世界を順々に巡っているように変わっていくので、旅気分をね、味わわせてもらってます。今年の秋カレンダーもチョークボーイさんの日本を巡る旅をね、テーマにしたものなんですが、これはね、旅行ができてないここ 2,3 年のストレスの表れな気がします。毎日見るカレンダーから少しでもね、旅行気分を味わえるように本能で選んだんでしょうね。そういえば私、今までね、日めくりカレンダーって使ったことなかったんですよ。今回初めて買ってみたんですけど、めちゃくちゃいいですね。毎日夜寝る前に今日も一日お疲れ様でしたって1枚めくるようにしてるんですが、一日っていう時間の流れを前よりずっと意識してる気がしますね。めくったイラストは一度クリップで留めて保管しておいて、で日記を書く時のデコに使わせてもらってます。
文字だけだと寂しくなりがちなところを平野俊之さんのこのイラストで可愛くしてもらってます。できるだけ書いてあることとイラストをリンクさせたいので、確定申告が終わった日のなんかはちょっとね浮かれ具合が読み取れるフラダンスのイラストのものを選びました。日めくりカレンダーっていうこともあって紙が一枚一枚薄くて貼っても厚みが出ないのが結構ね気に入ってます。お次はノックスのリフィルファイルボックス、税込み1870円。カラーがメインの部分がブラックになってて、引き出す部分がグレーとベージュとブルーの3色展開になってます。私は今回ベージュを選びました。結構ね昔懐かしのビデオテープを思い出す形をしています。箱の強度はそこまで強くない感じなので、外へ持ち出したりとかはちょっと厳しい感じな気がします。でも机周りで使う分にはすごくシンプルで統一感が出せるデザインなので結構ねいい感じです。箱の中には整理用の紙ファイルがこれまたグレー、ベージュ、ブルーのそれぞれ2枚ずつ入っているので、種類別にまとめておけるのもポイントが高かったです。リフィルファイルボックスの公式ページでは書き終わったリフィルをザクッと整理できるシステム手帳の整理アイテムって書かれているので、公式さん的にはパンパンになっちゃったシステム手帳のバインダーの中身を保管しておけるようなアイテムとして出されているのかなって思ったんですけど、ちょっとね私はどっちかっていうとリフィルのストックを入れておく場所が欲しかったので購入しました。年末に1年分まるっとセットアップするので、スケジュールを書くページは付け足したりすることはないんですけど、ダイアリーページだったりとかレビューページだったりとか無地のページだったりとか、イレギュラーで増えていくページはいつでもスッと書けるようにストックしておきたかったんですよね。その都度用意するってなると、まずはパソコンとプリンターを起動して、でソフトを起動したらデータを探してプリントして、そんでもって穴開けしてって意外と作業があるので、書き出すまでに時間がかかっちゃうことが多かったんですよね。書き出すまでに時間がかかっちゃうとちょっとめんどくさいっていうんですかね、ちょっと書くの今日やめちゃおうかななんて思っちゃうこともあったんですよね。書きたいって思った時にすぐ書けるようにノックスのリフィルファイルボックスを購入しました。ボックスに入っていることで端が折れちゃったりすることもないし、綺麗な状態で保管できるので本当に買ってよかったアイテムになりました。お次はブラックウィングの手動鉛筆削り。お値段が3740円と手動の鉛筆削りにしてはかなりお高かったんですが、松陰神社前駅にある1ミリマーケットさんで一目惚れして買ってしまいました。ここ数年書いた文字を消せる文房具、シャーペンとかフリクションとか鉛筆とか、とにかくねどれにするかいろいろ私悩んでおりまして、いろいろ使ってきたんですが、やっとブラスプロダクトのブラスペンシルに落ち着きました。ということでね、鉛筆削りが家になかったんですよ。アイライナーのペンシルの削るやつしかなくて、っていうことで購入しました。とにかくかっこいい、武骨感って言いますか、重厚感と言いますか、もうね完全なる一目惚れでした。この六角形のフォルムは鉛筆を表しているようで、結構ね手にフィットする感じで持ちやすさがありました。デザインをきっかけに手に取ったアイテムだったんですけど、思った以上にいいお品だったことを後から知りました。削ると木の部分がちょっとぐにゃじゃないね、湾曲するんですけど、
この形がどうやら芯が折れにくい形だそうです。わかりますかね、この湾曲感で、この3回分の削りカスを入れておける仕様になってまして、出先でゴミ箱がなくても安心です。筆箱の中だといろんなものが当たって表面が傷だらけになっちゃいそうなので、あまり外出がない今は机の中に入れてます。外出が多くなったら手帳バッグに常に入れておこうかなって考えてますね。私の手帳バッグはこちらで詳しく紹介してますので、気になる人はチェックしてみてください。私のね、手帳バッグを作る時のマイルールも紹介してるので、よかったら見ていってください。最後はこのノート、無印良品の文庫本ノートです。お値段は120円でたっぷりかける288ページ。毎日のデイリーログとして文庫本ノートより少し大きい単行本ノートっていうものを使ってたんですけど、ですね、こう引っ越しを機に机を変えまして、そしたら置けるスペースがやっぱ狭くなっちゃったんですよ。以前は横に長い机だったので単行本サイズでも全然邪魔にならなかったんですけど、今は机のスペースが結構狭くなったので、使いやすいようにノートも小さいものに変更しました。置き場所はこの収納箱、なんて言うんだろうこれ。とりあえずここに入れるのが定位置になってます。単行本サイズの時は入らなくて、あんまり定位置みたいなものが決められずに机の上に出しっぱにすることが多かったので、こうやって定位置が決まってよかったです。最近片付けの本だったりとか記事を読んで、定位置をしっかり決めるのがいいっていうことを知ったので、いろんなものの定位置を決めるようになってきました。あとね、お出かけ用の手帳バッグにもすっぽり入るので重宝してます。今日の動画は最近買い足した買ってよかったものたちを紹介しました。手に取ってみたいアイテムはありましたでしょうか？紹介したアイテムは概要欄と固定コメントに URL 付きでまとめてあるので、気になるものがあった人はぜひチェックしてみてください。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっとね、楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。